皆さん、こんにちは。お絵描きバーチャル YouTuber のやきまえるです。全身イラストを描くの嫌ですよね。まずね、体が難しいし、時間もね、かかるし、とにかく大変ということで、今回はプロの僕がどうやって全身イラストを描けるようになったのかっていう話と、全身イラストで気をつけてることとかを、こちらのイラストのメイキング映像とともに紹介していきたいと思います。で、解説するこちらのイラストなんですが、なんと本日ゲーマーズさんから僕のくじが発売しましたイエーイ。そこでくじの景品用に書き下ろさせていただいたイラストになります。ここでしか手に入らない冬服のやきまえるになっております。一見ね、胸元に目が行きがちなんですが、今回のこだわりポイントはこちら。どうしてもね、タイツが描きたかったんですよ。タイツミニスカにタイツ、冬の醍醐味と言いますか、いいですよね。特徴はなんと複製サイン&メッセージ入りのアクリルプレートとなっております。今しか引けない期間限定のくじとなっておりますので、ぜひ概要欄のリンクから手に入れてください。めちゃくちゃね、頑張って書いたのでマジでゲットしてほしい。またさらに Twitter でリツイートキャンペーンも開催しちゃいます。 D 賞の缶バッジコンプリートセットが当たるので、ぜひね、ご参加ください。それでは本題の解説やっていきたいと思います。スタート。全身イラストを描くときは、まずはね、しっかりと素体、いわゆる裸からね、描いていくようにします。で、今回最初にデザインドールという 3D のデッサン人形を使って描いてるんですが、なんかね、最初にイメージしてたような躍動感のあるポーズにならなかったので、一からね、描くことにしました。いや、その一から素体を描くっていうのができないから困ってるんだよって方ね、多いと思うんですが、僕がね、ある程度素体が描けるようになるまでにやってきたことはこちらです。写真をトレースする、 3D デッサン人形をトレースする、デッサン人形をトレースする、これだけです。人体とか骨格とかぶっちゃけね、勉強したことはありません。僕ってもともと将来イラストレーターになるっていう気が全くなかったから、そういうなんか勉強とか練習みたいなことを全くやんないで生きてきたイラストレーターなんですよ。イラストの教本とかも正直ね、会社辞めるまで一回も買ったことなかったです。だからいろんなものをトレースして絵を描いてきたんですけど、なぞってたらね、気づいたら何も見なくてもある程度描けるようになります。で、その時にただね、なぞるだけじゃなくて、体型とかをイラストとかね、キャラクターに合わせて調整しながら描いていくといいと思います。それと、これも会社辞めてから本気でイラストレーターやっていくぞってなってから始めたことなんですけど、1年前くらいからね、クロッキーをたまーにね、やるようになりました。そしたら、ポーズのレパートリーとか、肉の動きとかのね、知識が増えたので、ある程度ね、描けるようになってきたら、ぜひね、皆さんもやってみるといいんじゃないかなと思います。で、今回こちらのイラスト、ポスターとかね、アクリルプレートにも使う予定だったので、簡単な枠を描いて、そういう風に使った時にもね、映えるようなイラストになってるかっていうのもね、確認しながらラフを描いていきます。そして、キャラクターとね、大きく頭身が変わっちゃったりしないように、サンプルとして自分の立ち絵をね、横にうっすらと置いてあります。素体ができたら簡単にね、ザクザクザクっとね、服を描いていきまして、そしたらちょっとね、線が汚い状態なので、下書きをね、描いていきたいと思います。下書きもしっかりとね、素体から描いていきます。で、最近ちょっとね、自分のイラストのくびれが太いようなね、気がしてきたんで、ちょっと今回意識的に細くしてみたんですけど、ちょっとね、細すぎたかもしれないです。まあ、そこはコートでね、隠れちゃう部分なので大丈夫でしょう。で、この素体を描くときに僕がこだわっているところなんですけど、せっかくイラストなんで、正確さよりも肉の柔らかさとか体のしなやかさっていうのを描いた方がいいよなって僕は思っています。当たりとかをね、しっかり撮りすぎると、なんか 3D モデルみたいな絵になっちゃって硬くね、なりがちかなって僕は思っていて、でも実際の人間ってもっとね、柔らかくて結構自由自在なんですよ。なのでそのイラストだから
こそ表現できるそういう部分っていうのをね、しっかり描いていけるようになりたいなと僕は思っています。素体ができたら服を描いていくんですが、今回ね、全身イラストなんで、シルエットをね、結構こだわっていきたいなと思って、シルエットでラフを描いていきたいと思います。アクリルスタンドになった時に、なんていうかすごい動きがあって、映える感じの絵にしたいって思って、それでシルエットが華やかになるようなね、イラストっていうのをシルエットで見ながら描いていきます。細かい調整をしたらラフが完成です。ラフができたら線画を描いていきます。線画作業はね、つまらない工程なので、カット。線画が終わったら下塗りをしていきます。塗り分けがわかりやすいように、一旦ね、派手な色で塗って、後から色を変えていく方法で下塗りをしていきます。下塗りもとってもつまんない工程なので、カット。下塗りが終わったので、ここから色を塗っていきたいと思います。前に別の動画でカラーラフの色をそのまま使う方法を紹介したんですが、今回はね、カラーラフがあまりにも汚かったので、ちゃんとね、色を塗っていきたいと思います。背景とかがある絵だと、色をね、しっかり背景に馴染ませて描いていかないといけないので、そのためにカラーラフの色をそのまま使うっていうのがね、すごいいいんですけど、今回みたいな全身の立ち絵という感じのイラストの場合は、あんまりカラーラフの色を使うメリットってないのかなって思っています。背景もないので普通の色で塗るし、光も変な当たり方とかしてないんで、あんまりカラーラフの色を使うメリットって少ないのかなと思います。で、今回の陰影はフィギュアっぽい立体感をね、出すぞっていうつもりでね、塗っていきました。上から当たる光を意識して影をね、つけていきます。一つ目の影を塗り終わったら、さらにね、深い色の濃い影をね、塗っていきます。髪はね、サラサラ感が出てほしいので、結構細かく今回描いています。そしたら今回ね、タイツにこだわりたかったので、もう少し立体感を出していきます。足の立体感が出たら、ツヤツヤしたところにハイライトを加えていきます。靴の光は、靴の画像とかをネットで検索して、写真を見ながら描いています。髪のハイライトもしっかりね、描いていきましょう。そしたらここからはね、仕上げ作業に入っていきます。元の立ち絵と色味がね、大きく変わってないかを確認しながらね、色味を調整していきたいと思います。まずは空気の層を足して遠近感を出していきます。少しコートの陰影が弱く感じたので、明るい色を足していきます。全体的に色味を調整して完成です。一晩寝かせて加湿修正した後の完成イラストがこちらです。デートで待ち合わせかな？遅れて走ってきたのかな？そんな僕との冬デートを楽しめるイラストになっています。本当に一生懸命描きました。今しか手に入らない特別なゲマくじ、ぜひゲットしてください。やきまえるのお絵かきチャンネルではお絵かき関連の動画をアップしています。ここまで見てくださった方、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。もしチャンネル登録してる方はね、グッドボタンで応援してくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では